ばんは、ゆうかです。今日は新作のガンプラ発売日ということで、朝お店の開店前に並びに行ったんですけど、9時の時点でもう在庫がないということで、3連休終わったってなりました。で、ダメ元でもう1店舗行ってみたら抽選販売をしていたので、申し込んでみたところ、なんと当選しました。ということで今回作っていくキットはこちら。マスターグレードのガンダムバルバトスルプスです。もう再販待つしかないかと思ってたら買えたのですっごい嬉しいです。入荷数がたったの3個だったので今年の運を使い果たした気がします。今回流通量少なかったのかな。もう箱絵からしてかっこよすぎる。今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。ランナーは15枚。グレーのランナーの多さを見ると内部フレームのボリュームが相当すごいことになってるんじゃないかなと思います。他に入っているものはマーキングシールが1枚、ステッカーシールが1枚、冊子の説明書が1冊。このキットの拡張パーツの宣伝とアプリの宣伝が入っています。早速組み立てていきます。まずはチェストユニット。このパーツだけで3ページもある。パーツは62個。このパーツが内部フレーム。すごいボリュームです。このキットは最新のガンダムフレームによりさらに躍動感のあるポーズが可能になっているそうです。以前ご紹介したマスターグレードガンダムビダールと同じフレームかなと思ったのですが、記載がなくて分かりませんでした。可動域が広いのが特徴です。構造が非常に複雑で組み間違いも多く、説明書を読み解くのがかなり難しく感じました。全体的にパーツが硬く力が必要だったり、細かいパーツを破損しないように気を使ったりと難易度は高めです。難しいですが、このフレームを組み上げる時の緻密なディティールと満足感はやはりマスターグレードならではですね。ボディができました。組み立てだけで37分もかかりました。マスターグレードだけあって重厚感がすごいです。外装パーツをつけていても内部にメカがみっちりと詰まっているのが伝わってきます。特に後ろ側を見てください。内部フレームの細かなディティールがむき出しになっていて非常にメカニカルでかっこいいです。ギミックとして肩の接続部分を動かすとご覧のようにパーツが連動して動く構造になっています。そしてこの腰の可動域は動かそうとしたらパーツが取れちゃいました。ちょうどパーツが取れたので少し中を見てみましょう。コックピットには三日月オーガスが登場する姿を再現できます。コックピットハッチですが前の部分は開くかなと思ったらここは残念ながら動きませんね。上の部分もここまでしかスライドしないので中の三日月を見たくなったら外装パーツを外す必要がありそうです。改めてウエスト部の可動を見てみましょう。かなり大きく動きます。これならアクションポーズも期待できそうです。次は頭です。ごめんなさい、パーツを並べたカットや手元のカメラの映像が切れてしまっていました。パーツは全部で17個。少ないのですが形状が複雑で難しかったです。ツインアイはクリアグリーンのパーツですが今回は付属のシールを貼りました。はい、頭ができました。ツインアイにシールを貼ることでシャープで鋭い印象になりました。バルバトスルプスらしい悪魔的な迫力を感じます。ちなみにうっすらとスミレを施してみました。いかがでしょうか。このモールドの緻密さが映像を通しても伝わると嬉しいです。次は腕です。パーツは片腕36個、左右同じ作りです。慣れてきたのか腕はボディほど大変ではありませんでしたが、細かなパーツも多く根気が必要な作業でした。特に様々な可動ギミックが仕込まれているためパーツの方向には注意が必要になります。内部フレームが組み上がりました。かっこいいので底をつける前にちょっと見てみましょう。ぐるっと回すとこんな感じ。黒一色だけどものすごく細かいのが伝わるでしょうか。
肘にメッキシルバーのパーツがあって、曲げるとこんな感じにシルバーのパーツが飛び出て見えるようになってます。めっちゃかっこいい。外装はサクッと組めるかなと思いきや、実はここも少し苦戦しました。パーツがなかなかぴったりとはまらなかったり、手首の内部フレームの方向を間違えたせいで外装がはまらずに時間がかかってしまいました。説明書をよく見ないとダメですね。はい、腕ができました。白、黒、赤の色合いがとても鮮やかでかっこいいです。細かいディティールはさすがマスターグレード。特に鉄火弾のマークの周りが段差になっていることで、マークがより立体的に目立っている気がします。ギミックとして肩アーマーはこのように動かすことができます。後から気づいたのですが、この赤いパーツも単独で動かせるようです。可動もスムーズで、手首も肘関節もよく動きます。肘を曲げた時にちらっと見えるシリンダーがアクセントになっていて、とってもかっこいいです。今日のおやつはアーゲンダッツタルトタタンカラメリゼリンゴのタルト。期間限定商品みたいです。いただきます。美味しそう。カラメリゼわかる？リンゴを感じない。タルトタタンっていうよりはクリームブリュレっぽい。とっても美味しいです。235カロリーもあるのがびっくりですけど、とっても美味しかったからご飯も頑張れそうです。ごちそうさまでした。お願いします。次は推しです。パーツは24個。小さいパーツが少なくて組みやすそう。基本の組み立てはパーツの方向さえ間違えなければ比較的簡単でした。ただ一つだけ黄色い排気ダクトのパーツが、これがもう全然はまらなくて苦戦しました。白い装甲の後ろ側から入れ込む一見シンプルな作りなんですが、パーツに微妙な角度がついていて、なかなかベストな位置に収まってくれないんです。ここは少しだけイライラしてしまいましたが、なんとかきっちり収めることができました。腰ができました。シンプルでありながら細やかなモールドがしっかり入っていてかっこいいです。可動面ではフロントスカートがしっかり上まで跳ね上げられる構造になっています。リアスカートも前ほどではありませんが、この通り上げることができます。股関節の可動を邪魔せず、下半身のポージングの自由度が高くなっているのが嬉しいポイントです。腰が痛いので今日はお風呂入って寝ようかな。次は足です。パーツの数は片足59個。切り出すのがとっても大変でした。全部位のパーツの中で一番パーツ数が多いのがこの脚部です。ただボディや腕を乗り越えてきたので、ここまで来ると難しさ自体は感じませんでした。パーツの方向を間違えないように注意深く組めば大丈夫です。内部フレームが組み上がりました。これだけでまず見てみましょう。足もめっちゃ細かいです。ギミックも多いと思うので動くか心配ですが、曲げてみます。ちゃんと曲がりましたね。足首もここまで曲げることができました。可動箇所の組み合わせは間違えてないような気がします。外装は比較的大きいパーツが多くて組みやすかったです。組み立てよりパーツが多い分、途中で集中力を切らさないことの方が難しいかもしれません。足ができました。前から見るとスラッとして見えますが、横から見るとしっかり厚みがあって、このメリハリが原作のディティールをしっかり再現していると感じます。ちなみに膝のクリアグリーンのパーツはメタリックグリーンのシールを貼ることができますが、今回は貼らない選択をしてみました。少し気になる点として、つま先のこの赤いパーツ、なぜか右足の方がやたら取れやすいんです。これは私のパーツの切り出し方が良くなかったのかもしれません。さて可動部分ですが、
このサイドのパーツや後ろのパーツは動きそうで動きません。足首の走行はこのように単独で動かすことができます。そしてかかと、つま先もスムーズに動かせます。膝を曲げるとこんな感じです。足首がしっかり稼働してくれるのでポージングに期待できます。さて残りのパーツはバックパックと武装のみ。これらをまとめて並べてこうじゃ。これで全てのパーツが揃いました。中でも特にギミックが詰まっているのがこのバックパックです。組み立てがどの部位よりも一番難しく感じました。シンプルな見た目に反していろいろと動くところが多いのが特徴です。まず下をパカッと開けて展開すると、ご覧ください。中からアームを出すことができます。先端のマニピュレーターには武器を持たせることも可能です。使わないときはパタパタと畳めば元の状態にしっかり戻せます。すべてのパーツを合わせたらバルバトスループスの完成です。複雑なフレームの組み立て、そしてパーツの硬さなどいろいろな苦労がありましたが、こうして完成させてみるとその重厚感と力強いプロポーションに圧倒されますね。こちらが武装を全て装備したバルバトス全身です。ソードメイスを持たせても片手でしっかりと保持できるのは嬉しいです。そして全ての武器を装備したこの重武装の状態でも自立が可能です。現状では付属のマーキングシールを貼っていませんが、そのおかげで機体のシルエットの良さが際立って見えるように感じます。ちなみに個人的な好みですが、もう少し足が太くて短いプロポーションでも良かったかなと思いました。少し動きを出してみました。腕を上げる際に肩関節がしっかり動くのでポーズを作りやすいです。ただ頭の関節や首横の走行が干渉しやすいのでポーズをつける際は注意が必要です。バックパックにはこのようにツインメイスとソードメイスも装備可能となっています。少しぐらついて不安だったのですが、動きをつけたポーズでもしっかり自立できました。足の接地性が高いおかげです。さあさらに動きをつけてみました。この今にも飛びかかってきそうなポーズ、かっこよすぎると思いませんか？スカートが股関節の動きを妨げない構造のおかげで、これだけ足を広げたポーズも簡単に作ることができます。重い武器を片手で持ち上げても落ちない、ぶれないのは嬉しいポイントです。そして腰の可動域が広いので柔軟性が必要なこうしたポーズも容易に決まります。次はアクションベースを使ったポージングです。股下部にジョイントすることができます。両腕に装備している 200mm 砲は装備したまま回転スライドできますので、このように迫力ある射撃形態を再現することも可能です。アクションベースがあると重心を気にしないポーズを自由につけることができます。ただ公式商品ページと同じポーズを作っているつもりなのに私がやるとなぜかすごい弱そうになっちゃって悲しいです。ポージングのセンスも磨かないといけませんね。最後にマスターグレードガンダムビダールと並べてみました。同じガンダムフレームでも微妙な内部フレームの形状の違い、外装が変わるだけでこんなに印象が違うのは面白いですよね。今後このバルバトスルプスには部分塗装をしたりウェザリングや破損加工を施したりしたいなぁといろいろ妄想しています。皆さんならどんな風に仕上げますか？よければコメント欄で教えてください。というわけで今回はマスターグレードガンダムバルバトスルプスを作りました。めちゃめちゃかっこよくておすすめのキットです。今回購入できなかった方もぜひ再販の時はチェックしてみてはいかがでしょうか。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。こんな格好で申し訳ないんですが、ぜひ今後も応援いただける方はチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。3連休の最終日は新宿花園神社の鳥の市へ行ってきました。鳥の市は開運招福や商売繁盛を願って開催される江戸時代から続く関東のお祭りです。
服をかき集めるという意味合いから縁起物の立派な熊手がたくさん売られています。海外の方からしたら面白い風習に思うかもしれませんね。夜は提灯も綺麗でした。にしてもすごい人で一足先に年末気分を味わえました。